2020年から電気磁気学という、教科書になってますけど、まあ中身そんな変わんないですね。はい。で、いきなり行きますけど、スクショ取れる人は取るといいと思うんですけど、これ電磁気学でみんなが、覚えないといけないと言われる、公式全部並べるとこのぐらい言います。で、まあ大体大変でしょ。これ全部覚えるって言われるわけですよ。で、覚える方法については、電磁気学基礎の時僕ちょろっとみんなに教えたんですけど、僕の方の時は教えてたわけなんですけど、あの方法を使うときちっと覚えられますという方法なんですよね。で、これ見たらわかるんですけど、すっげえいっぱい式あるんだけど、法則性があるんですよ。で、決まった形、決まったパターンになってて、みんな、初めてこれ、そういうの聞く人もわかるんだと思うんですけど、係数がほとんどないんですよね、これね。係数ついてないんですよ。係数ついてないから、右辺と左辺の関係が、どういう物理量であるかっていうことを出すと、自動的にこの式って出てくるというものがほとんどなんですよね。で、それを使ってやると、非常に間違いなく覚えられるということになってますが、そのまま言っても、ここの右上に書いてある通り、変数30個ぐらいあって、式が50個以上あって、単位が12種類もあるから、普通にガチで勝負すると、絶対間違って覚えてしまうと。いかに間違えずに覚えるのかということが大事になってくるので、まあ、そのための、まあ攻略法の一つを、まあ、僕の講義では、紹介するという形になってて、2で少し紹介しながら、3につなげていこうかなと思っています。でここまでノート書くところはあんまりないと思うんですけど、次、この、配ったスライドの、これ何ページ目 ?6 ページ目ですけど、これ、ベクトル公式というやつです。で、さっき言った通り、資料は難しく、板書優しくと書いてるので、全部覚えるの無理かもしれないので、非常に重要なとこだけ今からノートに書き写すので、そこから始めていきましょうかということでいきましょう。はい。ホワイトボードのアクセスできないマジっすかちょっと待って。これなんか柔らか、なるほど。ちょっと待ってね。これさ、あ、ほら、みんなここのね、講義の、これ講義。こっち押した。こっち押した。こっち押してみて。こっち大丈夫やね。こっち上の、なんか、ホワイトボードっぽくないやつ、ちょっと押してみて。こっちだったら入れるあれマジっすかちょっと待って。じゃあ、もう一回共有し直します。何人か入ってきてるね。どうやって入ったんだろうどこ押したちょっと待って。九州大学の人だったらみんな入れるようにして、まあいいか。適用でコピーして、もう一回貼るね。一番下に貼ります。ここに入ってみてください。どう今度は。一番下のやつ。ダメいける今のうちに俺は iPad の方のアクセス。この部屋電波弱いんだ。しょうがねえなぁ。どう晴れない人まだいるはい、じゃあ行こうか。で、ベクトル公式なんですけど、もう電磁気学1でやってないといけないんですけど、あんまり先生がやってない場合は誰だっけ吉田先生だっけここでもう一回。えーっと、まず大事なの。2番目。
ホワイトボード見せないというか、よいしょ。すごいビジーな画面だよね。よいしょ。こうか。これはいらないから潰すね。してないかよ。画面共有してない。さっき入ってきてからずっと画面共有してないじゃん。まあいいや、まだ始まってなかったから。始まってはいたのか。これも潰していいよね。潰してもいいのかな。いらない、いらない、いらない。なんかゴミがいっぱいあるんだけど。ああ、なんか閉じないんだけど。えーっと、邪魔、邪魔。うん。だけが残ってればいいか。はい。ちょっと持ってきました。これは表示しとかねえかな。よこれ前の授業のコピーなのこれ。そうだね。これどうやって閉じるとかよ。あ、これか。はい。長かったな。こんな感じでいいはい。2番目かな。まず、ベクトル30積ですね。これ覚えてください。バッキャブルールって言いますよね。B バックマイナスキャブと書くと。バッキャブって書いて、ベクトル30積はベクトルになりますから、ベクトルになるような積を考えてやると、こうなります。はい。ベクトル30積の公式。あと、スカラー30積の公式もあるんですけど、スカラー30積の公式は、そこまで三角形にしとこうか。全時期で出てこない。だけど知っとこうねって、スカラーになる30積ですね。こうかな。これは、交換法則が成立してて、これ ABC と書くこともできるよと。だけど、まあ、重要度から言うと三角形かな。ABC を3辺とする平行六面体の体積と書いてますね。そこまでちょっと書く時間がないので書きませんけど。で、2番目が、全時期ではものすごくよく出てくる、ベクトル30積、です。これ交換法則成り立たないので、かける順番を気をつけないと答えは変わります。なんでかというと、クロスは、それぞれの成分に垂直な成分だからですね。変わります。でマイナスが入ってめんどくさい式になっているので、これが非常に重要になります。で、二次微分の性質でものすごくよく出るのが、これ、バッキャブルールの A と B を、ナブラにしたときの、こうローテーションですね。こうですね。で、これも、これはすごいよく出ます。電磁気のために生まれたと言っても過言ではないほど、出てきます。で、A のマイナスの、非常に重要な意味を、含んでいますけど、みんなもういいよね。クロスとかドットの性質は、スカラー積とベクトル積の性質はいいよね。知ってると思って先に行くけどいい大丈夫。僕1年の時の僕の講義で取った人は、だから、そもそもスカラーになるのか、ベクトルになるのか見れば、積の形は実的に決まるんだから、
その考えるのに苦労する必要ないっていう話したんだけどね。大丈夫ですかね。うんうんって言ってる人は多分その時聞いてた人たちだと思うんだけど。例えばこの、ベクトル三重積のこの式ですけど、2回微分してベクトルになる演算ってこの2つしかないんですよね。いろいろあるけど、ナブラを2回つけた後、ベクトルになってるのはこの2つの演算しかないですね。ベクトルに対してですね。だからそういうのを見て自動的になる。この格好どっから出るんですかって、これ当たり前でしょって話にないといけないんだけど、そのぐらい、スカラー積と、あれをよく理解しておく必要があります。大丈夫ですかね。これ、例えばこれ、グラッドとかに書き直すといきなり分かりにくくなるんだけど、グラッド DVA ですね。ラプラシアンの A です。という式になりますよね。でもこう書かれると全然情報量がなくて何のこっちゃ分かんないから書き間違えても気がつかないんだけど、ナブラを使って書くともうここがスカラーだよねって、スカラーだからこいつつけてベクトルに戻るよねみたいなことが、一目瞭然なので、覚えるのに苦労する人がないはずなんですね。で、ちなみにこのマイナスとかはこのバッキャブから来てて、A と B にナブラが入ってるとこうなるよねっていうこと言ってた。C が A の位置やね。ただ置き換えてるだけです。でもこれ電磁波の波動方程式を出すのに、もろに出てくるなので、この講義の中でも2回か3回ほど出てきます。この変換式ね。で、いろいろ派生式がここ書いてありますね。これはちょっと飛ばして、式の積分の展開が、この後少し重要なのが出てくるんですけど、ちょっとごめん、これ何が重要だったかあんまり覚えてないんで、後でまた、とりあえずこの3式ぐらいにしておきましょう。よく覚えておいてね、ということです。多分ね、この辺がね、いいかな、これで書く。マウスで刺さないと、リモートの人が何言ってるかわからん。多分この辺が、ビオサバールとかに出てくる変換式なんですけど、知らなくても、ビオサバールを覚えればいいから、とりあえずそれはいいかな。先行こうか。で、ベクトルの公式、これ積分編ですね。積分編と書いて。積分、微分だな、上はな。超大事なのがここに現れます。ガウスの定理の、1番目のやつが、やたら出るやつですね。ガウスの定理って実は3つぐらい式があるんですけど、多分皆さん、授業真面目にやってた人でさえ1行目しか知らないんじゃないかなと思いますんで、それでいいです。で、ストークスの定理が2番目に、が、ストークスの定理の1行目を書いてください。F だね。グリーンの定理も大事だという話はあるんですけど、電磁気とあんまり縁がないだけなので、とりあえず置いておきます。だから資料は難しくて書いてあるんで、全部網羅してあります。とりあえずこの2つは覚える。この中で。あとは見ればいいっていう感じでいいと思いますけど。で、もう忘れてるっていう人いる。この2つ。全然今、これ何も見ずに書けって言われても無理っすって人は、ほとんどだと思うんだけど、ちょっと正直に手ある。解説するから。いいみんな結構上がる。で、式の覚え方は大丈夫。アイル理論の頃からの付き合いだから知ってると思うんだけど、単位使えって言われてるね。単位を使いなさい。ということです。で、あの時に、授業の最初ちょろっと言ったんですけど、電磁気も回路理論も似てるんですけど、
2年生の講義って3年以降の講義の基準になるんですけど、それ関係ないや、ごめん。物理学で大事なのは、理論を覚えること。隠れてる。隠れちゃってる。よいしょ、こっち側に。それは大事なのは、理論を覚えることと言われてて、それにまつわる式を覚えることとなってて、これで回路理論の時に書いた、そのまんまもう一回書くんですけど、ここに次元解析を絡めてくださいと。次元の合理性ですね。整合性です。で、この3つを必ずペアで覚えようねという話を回路理論の時に散々したと思うんですけど、電磁気でも同じで、こいつをやると、どれかが怪しい時に、残りの2つで、補完されます。補強されるので、自動的に、ミスが直すことができます。3つ覚えるということ、3つ絡めて覚えるようにしようということがとっても大事です。そうすると、長いこと覚えてられます。あと、他の科目を勉強するときもそうだし、試験中の間違ってるかどうかということの即時判定にも効きます。書いた式がさ、おかしいっていうのは、回路理論の時散々書いたと思うんだけど、なんかな、範囲として辻褄が合ってないとか、式として辻褄が合ってないっていうのが、チェックの非常にポイントで、入試の答案とかみんな見てると、ものすごくしょうもない間違いをしたりしてる。ね、かけるとプラス間違って気づかんっていうのがね、ちょっとおかしい、ね。ありえないよね。かけたらさ、物理量の単位変わるじゃん、それなりに。だから、そういうのが自然になるので、皆さんの多分人生を助けると思うので、理系でね、飯食っていくんだったらね、助けると思うので、ぜひね、身につけてほしいんですよ。で、夏頃から言ってるわけですけどね。で、ここで同じものを適用すると、ナブラってメートルのマイナス1乗なんですよね。次元としては。1回微分するわけですから、ナブラってもう言うまでもないんですけど、1回しか書かないけど、こうでしょ？こういうベクトルでしょ？いかん、切れた。もうちょっと広くするかな。こういうベクトルでしょ？これ書かなくていいよ、別に。知ってるよね。知らない人は書かんといかんけど。こういうベクトルだよね。ベクトルだよね。ね、で次元はメートルのマイナス1乗ですよね。だから、で、dv はメートルの3乗という積分ですよね。体積積分。で、ここメートルの1乗でしょ？ね、こう続き合ってるわけですよね。もともとね。積分の式として。で、しかも、これは、こっち側が3次元の積分を、体積分を表していて、こっちは2次元の積分を表しているから、2次元と3次元をつなぐという方式になってて、これ非常に重要なんですよ。なので、こっちはね、めっちゃ重要なんですよ。しかもね、これ、基礎でやった人には言ってると思うんですけど、これは流れとしては、流れの形は、湧き出しの場というのを表してるんですね。湧きと吸い込み。吸い込み。吸い込みの場なんですよ、これ。の記述なんですよ。こっち。だからこれ、そのままガウスの定理って言ってるんで、これ、数学定理だから、絶対に数学的に正しいって言われてて、別に電磁気も何も関係なく正しいって言われてる定理なんだけど、これとそっくりなガウスの法則があるわけ。ガウスの法則は D がこれに、従うっていう、連続密度がこれに従うっていう物理の法則だけど、これは定理だから絶対的に正しいって言われるやつです。でもストークスの定理。これは渦です。流れの形は渦の形を記述しています。渦の形です。で、1年生の講義を聞いた人は少しずつ思い出してくると思うんですけど、こういうベクトルバーっ
っていうのは別に電磁気学に関わらず、流体力学でも、気流のこういう計算でも全部一緒なんですけど、こういう向きがある場っていうのは、2つの種類の群れがあって、それはこれだよね。この2つしかないと。これ両者は不可分であって、こっちで下を表すことはできないし、上で下で上を表すこともできない。ね、完全にこの2つの成分がある。で、これ両者は、完全に独立であるというふうに言われてて、言葉は知らなくてもいいけど、これをヘルムホルツの定理と。まあ、いうわけですよね。定理だと思うけどね、法則じゃないんだよね、確かね。数学定理だよね。だから、電磁気学が重要な一つの数学的な概念を教えるものだということの中に、こういうそのヘルムホルツの定理だったり、渦場だったり、脇場を実際に使って計算するというところが入ってるわけですね。別に電磁気学によらないんですね。ただ電磁気の場合は歪まないので、空間とかだとこう圧縮とかまで入ってくるから、ちょっとめんどくさい、さらにね。で、あの、うん。流体とかもっとめんどくさいんだよ。あれに圧縮とかいろいろ出てくるから。だけど、電磁気はそういうのがあんまないので、結構素直に理論の通りにいきます。そういう意味では入門編としてはいい学問なんですけど、まあ、ベクトルは難しい。吸い込み湧き出しって言ったらよく書かれるのが、こういう、ね、湧き出すだけの流れだったり、こっち側はこう渦で回転軸があって、周りをこう渦がぐるぐる回っているというものを見るわけですね。はい。なので、これは、電磁気学2じゃなくて、電磁気全体にずっと横たわっている、このベクトル場の性質なんですよね。だから1回目なんで、ちょっとごめんなさいって、吉田先生ごめんなさい。ちょっと突っ込みますって、ちょっとこう入るんですけど、ちょっと前に入るんですけど、こういう場があると、まあ、いう話になってきてるわけですね。こんなして、調子よく喋ってると、あっという間に90分終わるので、次行きます。はい。これ関係ないです。電磁気学の講義内容の、プランですけど、大体少ないんですね、冬ね。12回しか講義期間がないんです。で、僕が、6日に、学会でちょっといないっていうか、ちょっと飛行機取る時間が取れなくてね、間に合わなくなっちゃったので、演習を入れますから、大体、1月の24日ギリギリまでやって11回、プラス1ぐらいの講義ができる予定です。去年大体11回、プラス、振り返り1回で、終わらせました。はい。全体の流れは、去年に習うと、ここに書いてあるような、流れになります。で、これは、去年、1年生の時やった人は、あ、またかって思うやつで、理論体系図の中央部分を書いたやつです。これ書けるようになってもらいます。はい。で、去年まあまあ良かったんで、去年の皆さんの先輩の時に、まあまあよく覚えてくれてたから、まあ、キープできるかどうかは、まあね、個々人によるんだと思いますけど、去年よりも少し、洗練されていますけど、まあ、この話が、相変わらずあります。で、この形じゃなくても、どっちにしろ式を覚えるというのが、まあ、電磁気学の感触になるので、まあ、それはどういう感じでも覚えてもらえればいいんでしょう。ちょっとでも大丈夫？はい。で、これ書くと20分ぐらいかかっちゃうから、とりあえず今見せるだけ。来週、金曜日、これ見てきて、空でいきなりちょっと書いてもらおうと。書けなくてもいいから、ちょっと挑戦してみて。何回かやらないと書けないから、えーさて、ごめん、とりあえず次行こう。後で戻ってくるかも。ちょっとだけやろうか。せっかく書いてるから。ノート取ってるから。
一部だけ書こうね。でノートちょっと、下。で、いきなり書けって言われても覚えられないから、コツだけ。ノート取ってるよね。こう、向きの性格があります。なんで覚えてください。とか、準備がいるね。準備がいります。単位ですけど、単位を全部に書かないといけないんですね。で、でも俺、カルーロンでみんなと合ってるね。ヘンリー、インダクタンスのヘンリーですけど、えー、こう直してください。頭の中で考えるときは、これはこういう単位であると覚えてください。これ多分、あの、分布上数回路とか考えるときも役に立つ話なので、覚えて。J オメガ L ってやると、オンが出るよね。これ、助けを J オメガ L。オメガは S のマイナス1乗で、L が、こうですね。これでインピーダンスでしょ。だからもうこれすぐ出るはずないよ。みんな、夏にカルーロン受けて通ってるはずで、覚えてるよねっていう話っていうか、書き出せるよねって。ファラッドはG メンスでいいんだけど、こうですね。ファラッドのも書き換えます。これはもうカイロ論でやった通りですけど、中で考えるときにこっちを使うっていうだけで、外側に読んだり書いたりするときはこっちを書いてちょうだいね。で、ちなみに、そうすると、クーロン、これみんな知ってる。アンペアセカンド。ウェーバー、ゴールドセカンドです。これカイロルに出なかったけど、新作。こうなります。で、これ使ってやるって、この、単位の数増やすのを減らします。みんなカイロル受けてるから、これ知ってるよね。これ G メンスのことね。本当は S って書くんだけど、S って何すかって、大文字の S と小文字の S で違うんですかってなるんで、僕あんま好きじゃないんですよね。混同するから。なんで、最後に使ってください。最後に。書き出すときに。導電率ね。これで書くと、これ昔の単位なの。今これなって言われてるから。昔の単位で何が悪いんですかって開き直ってもいいと思うんだけど、全然。同じでしょって。別に大きさ違うわけじゃないんで。ね、まあ、こういう置き換えします。これであんまり時間かかってもダメなんで。で、こっち側に、下行きますけど、この4つ軸で、こっち側アンペアの、アンペアを含む物理量です。こっちボルトを含む物理量です。で、ここは、電場です。磁場です。こういう薄くてごめん。黒く書こうか。いや、なんか邪魔くさいかなと思って。後で。こういう単位になってます。はい。で、こうやらないと、なんかみんな、ここのね、ここ E、ここ D で、ここ H で、ここ B なんだけど、ここに H 書いたりするので、まず、ルール、ちゃんと覚えようって。こうやって整理すると、式が非常にシンプルになるっていうやり方ですね。で、上電場で、ボルト系の単位を持ってるやつは、ベクトルはいいです。で、単位書きゃわかると思うんですけど、これは高校の頃からやってるボルトパーメートル。それぐらいはさすがにいるのではないかと。H の単位覚えてる人どのぐらい？まあ、1年生やった人は覚えてる。アンペアパーメートル大丈夫。どっから行く？
D でいく？どっからでもいいよ。さっきね、この三角形で覚えろっていう話したと思うんで、ちょっと応用編を聞かせてみると、もう一つは D でしょ？残るピースとしてはね。E と D しかないんだもんね。で、これ単位覚えていれば、こうクーロンパーメートルの事情です。アンペアセカンドパーメートルの事情です。ね、そうすると、単位かけます。で、両者の関係はイプシロンです。イプシロンかけたら D が出ます。これ、前半でやったはずです。散々やったはずです。イプシロン。どの単位を覚えてるかとか、いろんなことがあると思うんですけど、例えばここが、クーロンパーメートルの事情をかろうじて覚えてたとしよう。ね、覚えてなかった場合にいろいろあると思うんですけど、実は対角上に B がいます。で、B の単位は、ボルトセカンドパーメートルの事情、ウェーバーパーメートルの事情、テスラですね。こういう単位です。で、法則で、対角線上に似たやつがいるっていう話を、法則があるんですけど、ここボルトだよね。こっち側アンペアって言ってたよねって言ったら、アンペアセカンドパーメートルの事情ですね。左右がボルトとアンペアで分かれているとか、上が電波と磁場で分かれているとか、なんかいろんな方法でこの単位出るんですけど、一つだけじゃなくて、いろんな方法で、で、何回か出してたら多分覚えます。見たらダメなんで、見ないで書き出すのが大事で、何回か繰り返すと人間の脳ってすごいよくできてて、自分で考え出してるものはすぐ覚える。見たらダメで、見たら、リセットされるみたいな感じですね。そうすると、こう2つ割り算すると、イプシロンすぐ出てきて、こうです。割るだけで出ます。そうですね。教科書には、ファラッドパーメートルって書いてますね。はい。なんか有年代にさ、断面積かけて、厚さで割ったら容量が出るって言ってたじゃん。あれからも出るよね、これね。コンデンサーの容量ってファラッドじゃん。で、ファラッドで、あれ、断面積と厚さかけて割ったら出るんだけど、あれメートルの次元が1個上がるんだよね。だから次元的にこれすぐ出るんです。これです方法何個もある。これとこれで割っても出る。ここまでかけると下かけるでしょっていう話で、全く知らなくても忘れてても H は、アンペアパーメートルだよね。対角線で同じなんだから。もともとこれみんな覚えやすいから覚えてた。ちゃんと乗っ取ってるよね。右側アンペア、左側ボルトで。だからいろんなものが助けてくれて自然に出てくるので、で、こっち側向きに、左向きに、ミューだと。で、割ったらいいんだけど、上と違うのは、こうなってるってことですね。結構かけてきましたっていう。この辺にしとこうか。まずは。電磁波の話を最初にすると、まあいいんだけど、電磁波話するのやめよう。いいよ。で、電磁気全体の大目的としては、やっぱり、昔も某学生さんというか、某学生さんの指導してた先生から聞かれたのは、某有名電気メーカーの入社試験で、電気系で電磁気とかやりましたよねって言われて、マクセルの方程式書いてくださいって言われて、書けなくて撃沈したっていう人がいるんですけど、マクセルの方程式を書きます。なぜかというと、マクセルの方程式って、電磁気学で一番出発点になる、足元のこうよりどころになる式4つなんですね。だから、その式を、絶対に正しいです。発揮して絶対に正しいから、そこから出発すると絶対に正しい答えになる。クーロンの法則はダメなんですよ、あれ静電波だけ。時間変化してるとあれ成立しない。あと、イプシロンが多分空間分布してるとあんなに簡単に計算できない。だから、微小空間で、成立してるんですけど、マークセルの方程式は微小空間で書くような形の場合は、絶対的に正しい。で、
4つ書きますっていうのは、この4つの変数に、それぞれマックスの方程式がくっついてて、こう縦に書くのも意味があるんですけど、縦に書いてほしいんだけど、頑張って。これですね。で、縦に書くのは大変だと思うんで、みんな、紙使ってる人は90度回して書いてくる。何回も書いてたら縦に書くのも、こうクロスだ。アンペールの法則。そうです。ファラデーの電磁誘導の法則。4つ。これで第一部間みたいな感じになりますけど。ね。縦書くの意味があってさ、これアンペア、アンペア、アンペア。全部こっち側やね。でしょ？これもそうやね。アンペア、アンペア、アンペアやろ。全部こっち側やね。絶対ここ B じゃない。絶対ここ E じゃない、ね。ここ。E ってこっちやろ？ E 入れようと思ったらイプシロンで割らないといけない。こっちにイプシロンが絶対入る。教科書はいろんな書き方してる。ここにイプシロン分の1が入ってたりしてる。イプシロン入った瞬間 D じゃなくて E なんで、まあ、こっち側に移動するってこと。イプシロンで割る。ミューかけるとこっちに移動する。ミューで割るとこっちに移動する。移動するとアンペアとボルトも切り替わってしまう。だから、この4つの式には、そこを聞ると、この4つの式にはイプシロンもミューも絶対入らないんだって分かる。入るっていうことは、中に書いてある物理変数のこの左右が入れ替わるっていうことを意味してるんで、入ってない。入ってない式で書いてある。入ってない式で書いてあるから、こう並んでるこの全部の変数って全部こっちが、こっちも全部こっちがなってるから、ここ絶対 D です。こっち側も絶対 B です。H じゃないです。H ここだもん。ミューが入らん限りここに H 入れることできない。そんぐらい明確になる。この中で覚えにくいのは、多分電磁誘導の法則のこのマイナスだけね。マイナス。これはみんな理論で知ってる。磁場の変化を妨げる方向に電圧が現れるっていうやつね。妨げる方向がマイナス。ね、なんで、これで覚えた段階で、これさえ覚えていれば、初期でどれを、1年後何覚えてるって言われて、この4つ書いたら、割と覚えてるねって言われるのがちょっと不思議なぐらい、この式覚えてるって結構重要です。これで一回、第1部としては終わろうか。で、金曜日にこれ書くのと、内側を頑張って覚えて書いて。内側は、ローと J と、I と A か、と F。なので、自分なりに解釈をしてやって、ここまで教えたから、ね、G もアンペアでしょ？アンペアパーメートルの重量ね。ロー、アンペアセカンドパーメートルの30系。両方ともアンペア。こっち側はさ、ここ、まあ、ベクトルポテンシャルが、今回、この講義の一番重要な登場人物なんだけど、A ね。ボルトセカンドパーメートル。ボルトね。やっぱりボルトとアンペア。位置関係きちっとしてるし。ど真ん中にどっちでもない F がいます。ニュートンパーメートルの3乗だね。います。これ、物理体系の中心を表していて、電磁気学の中心はローレンツ力であるということをもう意味してるんですね。こいつを示すために、このめんどくさいベクトルの考え方を作りましたということなんですね、もともとね。はい。なんで、こいつが、どこまで空で書けるかは、ちょっと今日の話をベースに、ちょっとトライしてみてほしいかなと思います。この辺の式とかも、周囲の要素しか使ってないので、とんでもないところから要素が出てこない。めちゃくちゃ、近いところ、関係しているところで、関係が組まれてますんで、はい。いいかな。今何分 ?23 分。あと30分しか。ちなみにさ、こっちがアンペアでしょ？こっちがボルトでしょ？
両者かけるとさ、ワットが出るのを知ってるよね。前世の時やったけど、ワットが出る。こういうの教域関係って言います。熱力学では。電磁気学で言わないんだけど、教域で協約、書こうね。こういうのを協約関係って言います。協約関係には互いに協約な変数って言います。俺隠してる。K ってどういう字？定数の K か。協約関係って言います。ね。1年の時、俺の授業やった時、かろうじて覚えてるかもしれない。両者かけると何々、ジュールパーメートルの3乗になります。ね。これとこれかけたら。エネルギー密度ですね。はい。エネルギー密度の式が出てきます。これとこれかけてもジュールパーメートルの3乗が出ます。エネルギー密度ですね。みたいな感じですね。光でポインティングベクトルは俺の対象じゃなくて、電磁気酸化。これとこれかけると、ワットパーメートルの事情って光の強度分布が出ます。ポインティングベクトルですね。はい。右と左かけないとエネルギー出ねえっていうこと。右同士かけるって意味ないっていうこと分かる？気づいた？右同士かけないね。ボルト事情になるでしょ。右同士かけてるときは必ずこいつ入ってる。偽装やね。これとこれかけてんじゃなくて、これを事情にしてて、これとこれかけるんじゃなくて、これを事情にしてこれかけると、これとこれかけてるのと同じになるね。だからイプシロン使って置き換えると、これの事情とか、これの事情が現れる。ミュー使うと。ミューがかかるってそのぐらい重要な意味で、変数の特性が大きく変わる。ミューとかイプシロンということを含んでいると思います。そう考えると、この式にはミューが入るべきだとか、この式にはイプシロンが入るべきだとか、分母に入るとか、分子が入るとか、全部わかる。ですよ。はい。わかるんですよ。なので、わかるようになると締めたもん。そういう全体的に強固な記憶は薄れにくいので、結構長く持ちます。はい。次行こう。なんで、早速なんで、初っ端で、とりあえずこいつでいいから、かけるだけかけるようにしてみて。ちょっと、できたら、どうせ金曜だから、明日、明後日でしょ？で戻ったらさ、なんか、今日俺が喋ってたさ、こう右がアンペアだとか、左がなんとかだとか、共益関係だっていうのを見ながら、こいつ見てちょっと、こういう意味ねって分かると、さらに、知識が強固になっていくと思います。さて、正常電流の話に行きます。正常電流は、この完成した体系図がすっごいごちゃっとしてるんですけど、大体、この辺の話になります。なので、ノート取ってる人は、じゃあ一応書いてなかったけど、ここにローと J を書いてください。で、この2つを結びつけるのは、電荷移動のスピード V です。で、この話をします。で、ローが V で移動すると J が出てくるという話だったり、J を積分すると電流 I が出ますよとかいう話が絡んでくると思います。はい。で、これは教科書でよりの資料ですけど、一つ線書いて下に書いてみましょうかね。で、今日の中の一番結構重要っぽい、基礎方程式は、これです。隠れてる。ちっちゃくしようか。J イコールロー V というやつです。単位書いたら一目瞭然ですよね。アンペアセカンドメートルの3乗でしょ？アンペア、違えた。
アンペアパーメートルの事情ですね。アンペアセカンド、メートルの3乗です。メートルパーセカンドですね。ね、間違いようがないよね。間違いようがないよね。間違いがないし、物理的には、こういうスカラーのやつが、ベクトルある向きを持って移動を始めると、電流密度ができるということを意味していますね。分布型の電流の定義です。で、みんなが知ってる電流 I は導体の中に流れる電流が多いんですけど、これをちゃんと計算しようと思うと、これはスカラーです。スカラーなので、鎖交する面を考えるということで、えーっと、ちょっとコメントを書くと、鎖交。スカラー化すると書きましょう。一応1年の時にやったはずなんだけど、こう斜めにこう通るときとか、この面に沿って流れるとゼロになるよね、みたいな話もしたと思います。鎖交してないよね。面に沿ってたら。鎖交するって大事。で、これも単位書いたら、まあ、わかりますよね。簡単だよね。アンペアパーメートルの事情で、メートルの事情でアンペアですね。こんなんなってるから。で、オームの法則。二つ目、重要な式、オームの法則。が汚いな、オームの法則。赤いやつだけが重要です。あと、計算したら出る式ばっかし。これです。他の式は全部導きます。これを覚えてください。これ。で、ちなみに、これだけ覚えれば他出せるって言うんだけど、これ動体で。で、前回までやった誘電体5でした。で、この授業でやる磁性体。あ、真空だからやらないのか。電磁気3か。磁性体。まあ、真空も磁性体の一つだけどね。みんな同じ式です。同じ形してます。カイルロギンの時三大ってやつね。相対性ってやつね。相対です。全く同じ形。てか、相対になるように作ったみたい。理論を。作った人もめちゃくちゃ頭いいと思うよ、多分。ようここまで綺麗に作ったなと思います。単位書きましょうか。単位見て法則性が見えるから。単位は自分で書いた方がいいと思うよ。見ないで。はい、こうなってます。完璧に法則通りですね。左辺と右線の特性が。こっちパーメートルですね。左辺は全部パーメートルの重になってます。大丈夫かな。E と J 間違いようがないっていう話があるんですけど。こっち覚えてたらね。まあ、両辺決まってれば、これ、単位も、
わかるんですけど、全部単位を書くと、法則性が明らかになってくるんで、こうなりますね。で、この時に、シグマは、導電率と、電気伝導率か。って言います。こっちが主役だと思いますね。対抗概念として抵抗率ってありますね。抵抗率。逆数ですね。ロー R。ローって書く人いるんだけど、ローやめます。ローは電荷密度やろうって、この教科書の中で同じ変数がさ、複数の意味を持ってる、書かれてるから、みんな混乱すると思うんだよね。で混乱するの俺嫌なんで、ロー R って書いてますけど、抵抗率。どっちが主役ってこっちに決まってんだろうと思うんだけどね。だって3つ綺麗だもん。だから、どっち主役って当てはめて、もう片割れは逆数と覚えりゃいいじゃん。この2つを比較すると、ちなみにどっか出るのかな。あ、電気伝導度って出てるね。次行こうか。間に合うのだって。最後までいけんのこれ何ページやばくない？はい。この2つを比較すると、V 出せるよねって、この2つ比較すると。V 出せんじゃねってなって、出せます。新しい値を定義すればいいんですけど、これそんなに重要じゃないんで、黒に、ダウングレードしますけど、V イコール、ミュー C の、ここでまたミュー出すんだよね。教科書。C って書いてあるそれ。ミューは同時列でしょって思うんだけど、ミュー使ってない教科書。確か。いろんな教科書がミュー使ってる。はい。これ。こいつに、ローをかけたらこういう字が、これが出るね。こいつにローをかけたらこれが出るってすぐ出ますけど、何だっけ電気移動度。どっか出てるここ出てますよね。電解移動度だったと思うんだけど。電解移動度。電解移動度っていうのがあって、物質固有ですね。電場かけると、電荷が移動する速度が出るというやつです。まあ、これとそっくりの形してるんですけど、出るってごめん、出るとは出ないね。これとそっくりの形してるだけか。これの両辺にローをかけたらこれが出て、これにローをかけたらこれが出る。E が共通ってことか。で、次。電荷の移動に関してもう一つ大事なのが、この連続の式というですね。連続の式。間に合うかな連続の式。なんとか保存則ってやつですね。保存則。ガウスの定理にちょっと似てて、こう決まった領域の中からこう電流がJ で
流れ出しているときに、電流 J で流れ出しているときに、内側のローはどう変化するかという式です。まあもうわかると思うんだけど、電流流れ出してんだから、ローちっちゃくなるよね。ね、流れ出した分だけちっちゃくなるけど、この式どう書くかということで、これ似た式がいっぱいあるので、覚えておくといいと思うんですけど、ローは、手の通りアンペアセカンドパーメートルの単乗です。J はアンペアメートルの次乗ですよ。だから、メートルの次元を1個下げて、時間の次元をこう1個下げてやると同じ次元になるということがわかると思うんですけど、その名の通り、ちょっとこれ消してやって、ごめんね。時間変化の時間微分の式と空間微分の式を足してやると、移動の様子がわかるという、よくやるやつなんですね。湧き出しを意味するっていう、ダイバージェンスを使うんだけど、ここクロスで使って、渦だから、まあ違うんだけどさ、物理的には渦だから、渦じゃないから、ここドットっていうのが意味合いでここドットだっていう人だし、数式的にはこっちスカラーなんだから、スカラーになる演算しかねえだろうっていうので、ドットでしょっていうのでもドットが出てくる。で、単位だったら、こっちとこっち、ついつま合わないといけないから、こっち時間微分で時間変化量に対して、1回微分すりゃいいよねって。J だったらね。3つぐらいさ、これだよっていう。ただこの符号だけ問題だけど、いう人いる。この中のローの時間変化と、湧き出し、流れ出ていったやつの湧き源の大きさを足してやると0です。維持されます。で、電荷保存則と言います。いいこのね、保存則はね、下、ちょっと上に戻ったら、こいつとこいつの式です。で、矢印は V だったんだけど、ここに、こう書けます。書いてもいいです。書く余裕がある人は書いてみてください。時間、ミミズのたくったような字だな。ね、こいつとこいつの移動に関する全体の径が保存されているという式は、ローと J に寄り添っていますね。まあ、ここ真ん中書いてないから書くと、この2つの関係が J イコールシグマ E なんですけど、まあ、あんまりここに書かない方がいいか。ここに書くんだったら V からこっちに外に出して、こう書いてあげてください。これ後で見といて、こっち側です。で、いろんな形を使って出せるんですけど、ここでガウスの法則を使って出してガウスの法則を使って書き換えてやって、ガウスの法則を使って、こいつを、ここで1回目、さっきの積分公式、ガウスの法則を使って、これをこう書き換えてやって、で、これをそれぞれ計算してると、これが出てくるんですけど、これ高校の時にやってる電荷保存則ですね。なので、ここですけど、ガウスの定理を使うと。合定
使うと、高校の時にやってた積分型ですね。多分、変微分じゃないんじゃないかな。曜微分じゃないかな。これですね。出ます。高校のやつってね、このフォーメーションの内側は全部ベクトルと微分型なんだけど、外側に積分すると、こう、カラーの積分の簡単な式が現れるんだけど、全部高校の物理で出てきた式になります。だから、高校の物理は、こう塊のでっかいやつの議論で、その中でどういうふうに分布して起きてるかっていうのを議論しようと思うと、大学の真ん中付近のところを話すっていう話になってて、この講義もそこをやるっていうのがメインになってます。それに音声切れてないのかな。調子よく喋ってるけど、だいたいこういう時に音声が切れてたりするんですけど、大丈夫かな。邪魔だね。すごい重いんで、かろうじて動いてるけど、わかんねえな。もういいや。第一時間ないんじゃん。ねえ、あと6分しかないじゃん。はあ。はい。で、これ、なんか見たことあるなっていうのは、回路で書くと、これ KCL になるという話ですね。まあ、つまり、キリホフの電流則でもありますよね。同じ話ですよね。はい、その通りっていう感じですね。それで、もう演習問題いくの一個抜けてることがあります。で、それ書こう。これね、えっと、それで演習問題、演習問題、演習問題無理や。演習問題な。これ、協約関係で言った。協約関係。協約関係。協約関係って言った。上の表でいう右と左。協約関係かけたら、なんか出るって言ったよね。で、かけてみますよ。これもう習ったと思うんですけど、エネルギー密度ですね。誘電体のエネルギー密度は2分の1の D.E ですね。ね。で、これはまだやってないんだけど、同じようにかけて出てくるんですけど、UM、地星体に、とか真空にたまるエネルギー密度は2分の1の B.H です。これ強約だから。いや、すごい時間かけて導くんだよ。だけど、みんなに覚えろって言われるのはこっちの式です、結局。これも証明されてるんだよね、こうなる。ちなみにこれ線形の時だけです。はい、ミューが一定の時だけね。ミュー変わるやつダメです。ちなみにミュー変わるんで、実生体では。真空ならいいんだけど。これ、こいつとさ、同じやつがここいるはずだってなるよね。ね。こういう P イコール、えーっと、E ドット、J ドット、こうなります。これ何ですかね。これ V、I イコール、R のマイナス1乗の I だったね。これもともと高校の時、これ。みんな回路理論でやってるから、これ G だな。G、GV? コンダクタンス回路理論でやったら G やな。スカラーだとこうかけたんだけど、素子だからね。で、その時これは、もう電力ですね。分布型こう書きます。なんでこの式どっかから出てきたんですか？強約だから。というね。強約じゃん。で、ちなみに、セカンドが入ってないから、これワットパーメートルの
3乗になりますから、単位体積あたりの発生熱量になります。で、これは覚えやすいと思う。大体これとこペアです。ペア。これペアでしょ？ペアでしょ？ね。協約関係の2つを結びつける式と、協約関係かけたら何が出るかっていう式の2つがペアです。必ず。情報定義としては。これかけたら、これとこれかけたらどうやったっけって。なんで2分の1つか三角形のやつですけど。はい、終わりかな？もう28分？演習やらないといけない。電流分布のある系。とりあえず終わり。境界条件は、これ、電磁気1だったと思うんだけど、どっかでもう一回やります。なぜかというと、境界条件のちゃんとした理解が電磁気の問題を解くのがめちゃくちゃ大事だからですね。はい。なんで、それは後でやります。E と D ね。E と D と B と H の境界条件っていうのがとても問題に使われるので、資料を見といてください。はい。どっかでもう一回、やらないと、実際の演習とか問題解くときにうまく応用が効かないので、これをやろうと思いますが、今日はもう時間が切れるんで、序盤のイントロとかで時間食ったんでね。見といたらいいんじゃないかなとは思いますけど、質問を受けます。